皆さんこんばんは。聞こえておりますでしょうか？枝さんはスピーカーになりました。した。出ましたね。さこさん、スピーカーとして招待してるんですけど、入れるかしら。めちゃくちゃ招待しちゃってるかもしれません。5連続ぐらい。やめて。リクエスト、これいつも何をしてるんですか？ポチってしないと、マイクのマークのとこ。マイクのマークにリクエスト。さこさんがリクエストを。さこさんがリクエストを押すということですね。できるかな。よし。あれ。強引に始めてしまいそう。皆さん、いつも通り、ハッシュタグ、コルミノで、ご意見、ご感想。出た松川さこさん。いけました？いけましたね。パソコンで入ろうとしたんですけど、携帯からじゃないと。本当ですか。いけなかった。お待たせいたしました。はい。ということで、5話ですね。ついに放送になりました。いや、やばかったですね。ちょっと、結構反響ありまして、よかったなと思って。なんか中国の方が結構見てくださってるらしくて、どうやってなんだろうと思いつつなんですけど、嬉しい気持ちでいっぱいでございます。本当に。ありがとうございます。一番多分甘い回だったかなと。甘くて苦い。でもその中で言うと、1から4話とは多分ちょっと段違いであったかなと思うんですけども、皆さんもいかがでしたでしょうかということで、我々もちょっと同時視聴しながらですね、ちょっとなんかご意見とあればぜひ読んでいきますので、いくらでも送ってください。はい。そしてですね、ちょっとなんか一応、同時視聴する前に、そういえば話してなかったなと思ったんですけど、これ枝さんが初め見つけてくださったんですよね。このコールミーバイノーネームの原作ね。そうです。ね。そうですよね。なんかそういったような話もあんましてなかったなと思ってですね。なんかあれですよね、夏ぐらいですかね。彩香ちゃんはひろこ先輩に恋してるのをちょうど私が撮影をしてた時に、いろいろちょっと枝さんにもなんかお話ししたりすることがあって、で GL やりたいですみたいなそうでした。ド直球に言ったね、直球の話があって、そういえば枝さんで GL は相当いいなというか見たいなと思って、でいつかやりましょうねって言ってたら結構早いうちにGL やりたいって言ってましたよねみたいな。めちゃめちゃ早かったね。そうですよね。やりませんっていう。早かった。早かったですよね。で、枝さんからこの原作どう思いますっていうご提案があって。そうでした。そうでしたよね。で、ちょっと読ませていただいて。これ、相当チャレンジだけど、やってみましょうかっていうことで、そうでした感じですよね。そうだね。そうですね。多分私自分だと選ばなかったというか、すごく素敵な原作だという中で言うと、ただチャレンジの面がすごい多かったので、そうですよね。はい。だからもう監督自身がやりたいとおっしゃってくださるならば、それはやってみようという、そんなような気持ちでした。なんかあんまり私はチャレンジって思ってなかったから。すごいわ。でもそれは多分言い悪いじゃなくて、はい。上浦さんはテレビっていう媒体でお仕事をされてるからこそのチャレンジングっていう感覚と、多分私あんまりテレビっていう意識がそうですよね。なかったから、なんか映画とかだったら割とこう
切り込んでいけるテーマだったりとか、はい、そうですね。けど、そのカメラさんからその言葉を聞いたときに、確かにテレビだって思ったとき、すいません。忘れてました。忘れてましたね。それでテレビってやっぱりかなり不特定多数の方々が見るし、映画はやっぱお金を払ってそれを見たいと思って来てくださるとか、その前提条件が違う中でやっぱりテーマの切り込み方、かなりこうセンシティブではあるんで、なんかそこを一回あれでしたよね、脚本に起こす前にまずそことどう向き合うべきかみたいな話は。そうですね。結構そこの話が、松ヶ子さんが入っていただいた1回目の時も、一番のテーマだったかなと思ってて、先生にもね相談しに行ったりしましたけど、そうですね。そこさえ逆に言えばなんていうんですか、うまく落とし込めればきっと題材としても面白いし、原作もやっぱりちょっと他にはないような人と人のその惹かれ合いがあるなと思ってたので、江田さんの選んだ原作だなとも思いました。でも初めは。本当ですか。それどこで思ったんですか。なんか江田さんってある意味他者を通じて自分を知るというテーマをなんかこう描い、そこにすごくこう大切にしてらっしゃるというか興味があるようななんか印象があります。そうなんだ。はい、それワンルームエンジェルの時からです。でも結構そのワンルームエンジェルは一応 BL っていう枠ですけど、なんかやっぱりこう自分一人では分かりきれない自分ってものがいるじゃないですか。それがやっぱり生きづらさにつながっていたり、今回琴葉も目口もですし、ワンルームエンジェルでいうとその主演2人の天使も後期もですけど、なんかこうそれでずっとこう孤独、なんかこう友達とかはいたとしてもやっぱりどこか孤独を感じてしまったりとか、自分のことは誰が分かってくれるんだろうかみたいな、やっぱそれ私も多分小さい時からあるんでしょうね。それをなんかこう作品、映画とかドラマとかそういうものに救ってもらってきてたんで、自分がやる作品ってなんか作品の中でこう私を誰かが理解してくれて、その他者によって私を理解することができるんだってなんか証明したいみたいな気持ちがどっかでずっとあるのかもしれないですね。そうですね。まさにコルミノですね。でもその考え方。いやそうですね。なんかその、やっぱり原作気になったのも、なんかよくあるどっちかが危うくて、どっちかがすごくしっかり立ってるっていうか、なんですかね、ジャンプ的な感じっていうんですか。なんかそういうのって私の中でどっか夢物語で、あまりこう小さい頃からしっくりこなかったんですよ。完全無欠なヒーローがいて、その人が救ってくれるとかって憧れですけど、なんかそれよりはこう、ある種ちょっと共依存にもなりうる関係というか、一見ただ強そうな子が実はものすごく脆かったりとか、ものそうな子の中にある強さだったりとか、なんかそれがコルミノはなんだろう、すごいバランスで描かれてるというか、これがもしできたらなんかこうなんですかね、人に対してやっぱどうしても多くの人が見る物語って、何ですかね、一つに絞りやすい主人公、すごい強い主人公、なんか分かりやすい、ありますよね。なんだろう、こう好きだったら好きのままいけるでしょとか、なんか嫌いだったら嫌いとか、だけど実際やっぱり生きてみると矛盾した感情がずっとこう自分の中にあり続けてたりとか、言ってることとやってることがちぐはぐしちゃうとか、なんか実際みんなそうなはずなのにメディアで提示されてるものってその逆で、だからそれを見ると自分がおかしく感じたりとか、
なんで私ってこうやっちゃうの、普通人は好きだったらちゃんと好きでいれるよね、優しくできるよねっていうのが、好きだからこそ優しくできないとか、なんかそういうの、そういう矛盾を実はこういうテレビとか大きな媒体でやっていくことが、そういうところで苦しんでいる人、自分含め、そういうのでもいいんだとか、そういう人もいるんだとか、それをなんか知っていくことで、やっぱ生きていく中の生きやすさにつながる何かになんないかなと思ってた時、コルミノってなんか、すごくやっぱ、だから1話の反響、2話の反響、感想見てても、想定内の感想いっぱいあって、普通やんないでしょとか、いや、でも、振り返ってみると、やってるよみたいな。やっぱりそれを許すことで、実は生きやすくなったり、誰かのことを許せたり、過去自分にひどいことしてきた人、思い返すと、あれってもしかして、そういうことだったのかなとか、私が大事にされてなかったわけじゃなくて、大事にしたかったからこそ傷つけちゃってたのかなとか、自分も過去やってしまったことも許せたりとか、なんかやっぱりそういうものの一つになってほしいし、なりうる可能性のある作品だなと思って、すっげえ難しいんですけど、それをもちろん原作が素晴らしいのはもう大前提ですけど、すごく松ヶ坂さんとか丁寧に拾ってくれるとか、現場もそれを役者とスタッフともにやっぱり話し合って、2つの感情があるんだってことだったりとか、なんかそういうのを丁寧にやって、今やっぱ5話ぐらいまで来て、やっとそこがこう伝わり始めてるから、私はすごくこう、よかったってなってます。すいません、長くなりました。でもめちゃくちゃいい話ですね。確かに結構矛盾をはらんだキャラクターではありますよね。なんか。そうだと思います。しかも多分この後の展開とかも相当、なんでって多分一生思っちゃったりとか。確かにな。これはでも真理ですね。テレビだと特にだから今回ドラマで映画やりたいみたいな話あったじゃないですか。で、ある意味映像的な表現だけを指してるわけじゃないよなっていうのがすごく今回思ってたことで、本来大衆向けに作るとした時のキャラクターの矛盾はある種淘汰するものだし、そういう単純なことじゃない人間を描こうとしたかったというのが、あるそのドラマで描りたいっていうのの意味の一つかなと思ったりするんですけど。本当そうですね。結構だからやっぱり脚本の打ち合わせをしてるといろんなとこで、こんな人って普通いますとか、出るじゃないですか。もうちょっと分かりやすくした方が、とかを今回割とそこに抗ったなというか。セリフも結構なんか、この特に25分枠だと、なるべくこう分かりやすくコンパクトに、ちょっと説明的になりやすくなるんですけど、それを割とセリフを減らしてというか、こう説明的にならないように皆さんに調節してもらいながら、結構余韻とか、なんか無言の時間の方がそうですね。目立つような作りになってるかなって。そうですね。だから結構なんか裏話ですけど、私が撮ると間合いとかを作ってしまうので、松ヶ迫さんにはそもそもめちゃくちゃシャープにしてくれって思って、絶対25分で収まらないって。多分20分ぐらいの脚本で書いてて、ですよね。でも多分それでも多分減らしたり映像になってるとさらに減ってたりするんですごいめちゃくちゃオーバーしちゃって。そうですね。私もかなり肝を冷やすページ数だったんですよ。今回シャープにしてくれって言ったことによって松ヶ迫さんもめちゃくちゃ頑張ってくださって、本当に普通のドラマだともうなんか裏話ですけど、オーバーする方がでもやっぱり簡単じゃないですか。
ショートした時ってやばい。何で埋めるんだってなってもう大変なことになってしまう。大変なこと、もうないぞってなりますね。ないぞって取りに行く以外ないぞみたいな、でももう取れないぞみたいな状況なので、まあ、基本的にはオーバーする方が良いんですけども、まあ、今回枝さんもそのいわゆる間合いとかを全部こう結構たっぷり含んでやりたいっていう話だったので、でじゃあちょっと今までやったことないぐらいシャープにしようって言ったら結構シャープで結構その毎日現場でこれ足りてるみたいな震えてたんですけど結果オーバーしてましたもんね。オーバーしてこれでってだからとはいえ大事な間合いだしまあ、この先ちょっと同時視聴しますけど5話とかもやっぱり、まあ、切りようがないというかこの間こそが大事だなっていうところを結構全部枝さん拾っていただいているので、そうちょっと泣く泣くねカットしたカットとかもシーンとかもあるんですけど、でも結構ワンカットなんか、全然こう切らずに2人の間合いでやってくれてるのがすごいなんか臨場感があって、息止めてましたもん。ちょっとね、あれはドキドキして。やっぱなんかこうセリフも削っていただいてるけど、モノローグとかも相当削って、そうですね。モノローグ削りましたね。割とこう自分の内面を話すって分かりやすいんですけど、もうそれすらも削ってとにかく顔とか2人の間に生まれてる空気とかを見てくれというか、でも人間の本質の会話ってそうだと思うから、言ってることだけが全てじゃないじゃないですか。琴葉とか特にそうだけど、ああは言ってるけどそうは思ってないが、延々と続いてるから、なんかそこをやっぱりそのテストもあるんで、見ていただいてる方に見て、琴葉が本当は何を感じてるのかっていうことをセリフに騙されないで、何を信じるかっていうところを目口と一緒にこう辿ってほしいというか、なんかそれこそがやっぱりこう人間関係において実は大事なんじゃないかとか、ちょっと脱線しますけど、例えば早苗とかまあ、いろいろ言うじゃないですか。あんな子やめときなとか、それはこう一般論であって、実際の琴葉を見てるのは目口だから、そういう束ねがこう何を信じるかめぐみちゃんだよって言ってることとかってなんかこう視聴者側も試されてるような感じになればいいので、普通だったらこうしないよねで相手がしっかり見えなくなっちゃうとか、っていうことではなく、実際にもう映ってるものが全てだから、自分の目で見てこうことは本当はこう思ってるはずだと思ったらきっとそれが正しいし、なんかそういう風にその自分の人生にも置き換えて、周りが何と言おうと自分が見てるものを信じるというか、なんかそういう疑似体験にもなったらいいなっていう思いはちょっとどっかであります。なるほど。確かにこの成立ついてない、モノローグで言っちゃうことによって、モノローグで言えない時もありますよね。実際のなんていうんですか、そんな明確に言語化されてない感情のあるある揺らぎってありますよね。本当にそう。琴葉って多分そうなんだろうなみたいな、成立ついてないんだろうなとか、なんかそういう時もあるので、なんか無粋な気もしますよね。ちょっとモノローグになっちゃう。そうなんですよ。なんかこっちから決めに行って、視聴者にこの子はこう思ってるんですよっていうのってなんだろうとも思いますね。なんか5話のケツ、4話のケツか、どう見るかいろいろ人それぞれだなっていろいろな感想を読ませてもらって思ってたんですけど、私はめっちゃ傷ついたんだなと思ったんですよ、琴葉って。いやー傷ついたよね。そうですね。なんか試して釜かけて目口がどもっちゃったから。でももうかわいそうや目口。琴葉からしたらやっぱこう試してやっぱ試し行動があるのかなと私は思ってたので、いやこれまたこの論争では上浦さん琴葉であったどこにも重要ないんですよ。違った。でもいろんな見方があるし、でもそれも含めてね追ってっていただけるといいななんて
いや、そうですね。なんていうことを言いながら。先生。5話見ますか？皆さん大丈夫ですか？準備は。はい。で、皆さん、ちょっと5話もう叫び目に行きましょう。叫び目にちょっとよくわかんない。その全員で一緒に入れる機会なかったの。ごめんなさい。うちの犬が興奮し始めちゃった。そう、参加じゃん。ごめんなさい。ちょっと早いよ。早いですね。ちょっとまだ再生してないんですけど。なんでちょっと5話皆さんちょっと極力同時視聴でちょっと感想が一緒に知りたいなっていう気持ちもあるので。確かに。はい。めっちゃタグ付きでぜひお願いします。はい、お願いします。はい、では、ちょっと今回じゃ今日松ヶ迫さんにしよう。いいですね。はい。じゃあどうしようかな。3、2、1でお声掛けを。ドーンだったから。じゃあいきます。はい。声帯持つかなっておっしゃってくださってる方がいるんですけど、実際叫ぶというより投稿でお願いします。わーって。文字で書きましょう。5というの投稿で。はい。ではよろしくお願いします。で、松ヶ迫さん、掛け声を。3、2、1、バン。バン。新しいですね。バン。これ結構早くから決まってたやつですよね、ロケハンのなんか。そうでしたね。上から呼びかけるって結構早い。高知の時からおっしゃってた気がします。言ってた。いや、このイチョウが綺麗で。イチョウ綺麗ですね。これさ、なんかオープニングのなんかこういろいろ分析してらっしゃる方が、はい、手のカット、マジでよく見といてほしい。イラストっていうかアニメーションがね。私もあれつぶやいてる方がいて、そうなんだって思って。もうさすがですよね、ニーナちゃん。さすがですね。気づかなかった。いや、そう、これはね、6話からね。なってくるね。今日はこんな感じ。おーとか。今日ちょっと上げ目に行こうかなって思って。CM に入ってない？CM 入りました。全然オープニングだ。テレビでオープニングか？あら。全然今走ってきちゃった。止めますね。失礼。この走ってくるシーンめっちゃいい。こんな感じで来るかと思って笑った。なんか4話の終わりからこうなるんだ、目口みたいな。目口いろいろ考えたんだろうなみたいなね。開けました。開けましょう。ちょっと待って。まだ CM がやってます。なんか琴葉は遠ざけるつもりだったとしても、なんか目口はひるまないから。いや本当に強いよね。普通折れるわ。いやなんか普通ちょっと夜悩むシーンとか入っててもおかしくないのに。飛ばすんだよね。そう確かに。いやそこが輪が開けて急激に気合が入った目口。気合が入ってスタートですかね。ちょっと待ってください。はい。待ってください。334。すごい。また松ヶ迫さんが緊張しちゃう。もう大丈夫です。今日はもう5話にちょっと興奮してるんで。5話で気を取られて。はい。あと20ガン決まりの目って書いてくださってる人がたまにおっしゃってる人がいて、私も面白いなと思う。顔がなんか変わりますよね、この決まった時の。いや本当に覚悟決めてますよね。その通りの顔してるもんね。そうっすね。ちょっと大丈夫っていう。ちょっと脳死も。朝一で来てるのがめっちゃいい。確かに。これ多分授業をあげなくていいのっていうね。そりゃ早苗もね。これになるわ。ちょっと待ってくださいね。CM が長い。はい、全然大丈夫です。来ました。はい、大丈夫。じゃあお願いします。はい。じゃあ再生再開で。はい。猛烈に走る。かわいい。ガン決まりの。私覚悟決めた。
あ、私と一緒に。マリア。ウェルカム。これすごかったな、ここ。バリアンさん。バリアンさんですね。ね、すごい。川崎インターチェンジ店です。あ、聖地巡礼に行けますね。聖地巡礼行けるのかな、でもこれ。いやもうスタッフ全員これちょっと家族と来たいなみたいな。ね、本当でもすごく素敵なリゾートホテルで。そうそうそう、割とそんな感じで来てる感じ。ね、そうですね。だって露店もついてるとか言って。これ尾崎さ、ぬいぐるみくるくる。そう、これ何ですか？なんかずっとくるくるしてておもろかったから、じゃあ目口が振り向いた時くるくるしようかとか言って。はい。あ、もう元からずっと時から勝手にくるくるしてやってましたね。結構なんかいじりがちですよね。いじるね。やばい。これいい部屋だよな。これなんかビップみたいなやつなんですかね。大きい部屋だけどそんな高くなかったんだよな。高くめっちゃいいじゃないですか。良心的なお値段で岩盤浴と露天風呂ついてるんだよね、本当に。私がこうなってました。リアルな映画監督の。リアルな、はい、ロケハンですよって言われました。かわいい、はしゃいじゃって。はしゃいじゃうよね。仲いいこと3人でって、はい。とたまねのイメージで。そうですよね。私も脚本の時そうだろうなと思って。そうか、まだ合わせてないのか。うん。乱行だと思われて。そんなわけないじゃん。このなんか琴葉のズバっていうとこ好きなんですよね。ね。あざと言ってこの、ね、面白がってるよね。なと思いつつ。ネギの時もそうだけど。そうです。なんかそんなに興味なさそうなことがなんとも言い難いですね。いやー、そうだね。興味ないんだよね、本当は。この衣装もね、ちょっといろいろね、物議を醸してましたね。申し訳なかった。申し訳ございません。なんかでも拝見してたんですよ。予告の時になんかいくらかそうやっておっしゃってくださってる縛っているのかというような。でもですね、これなんか縛ってはいませんっていうのも違うなみたいな、公式から弁明するのも違うよな。弁明するのも違うかみたいな。なんかちょっと途中でね、新規の予告で皆さん服だったってよかったと思って。まあそこまでハードでは。そうですね。想定外でしたね。はい。初めてでそんな。ここいいですね。いいですね。いいよね。つまり誘い猫であるということなんですよね。そうですね。琴葉という人物はね。タチと猫で、はい。なんていうんですかね、リードする側される側っていうのが。めちゃくちゃちゃんとセックスって言ってましたけど、そうですね。言ってましたよ。今聞こえたような気がしたけど、私も聞こえた。ごめんなさい。違うワードを言ってしまってたらすみません。セクシャルマイノリティの。セクシャル。ごめんなさい。本当によくない。こんなシーンの前で本当に失礼しました。そうです。でもワードがありまして、で、先生とかにもちょっと確認しに行って、どうなんですかということで、めぐことというのはつまり大体その攻めが前になるんですけども、カップルというものはということで、バチバチが来ました。これさ、すごいですよね。なんかちょうどよく。これたまたまなんだけど、これ3回ぐらい撮り直したけど、3回ともこの瞬間に消えるってことが分かって。すごいですね、このタイミング。これすごい。でもやっぱり3本同時につけるの大変すぎて、演出の子がやけどしかけながら毎回やって部屋の中とんでもなく臭くなるんですよ、あれ。花火のね。花火の。
でも美味しそうだよな、このバリアンさん結構有名ですよね、このね、聞いハたらニトーね。有名ってね。検索もハニトーがあって。花火もあって。うん、大きいの行くのかわいい。かわいい。これ何食べてるんですか？パンジー。あ、パンジー。すごい。これガチパンジーですか？ガチパン食べられるお花を用意してもらったから。このね、一気に空気がふわっとくる。かわいい。あら。ことは。こういうことやるんだよな。怖いよな。これすごいですよね。そらそうなるような花加えてフリーズするわ。固まった目口かわいいですね。もうじーっと見てますもん。もう何をしとるんじゃと。かわいいみたいな。全然話聞いてない。お花食べるシーンは脚本通りでございます。あ、アドリブではないですね。はい。原作のね、すごい好きなシーン。うん。いやもうここからもうドキドキして、なんか目口の気持ちになっちゃう。一気にね、空気がちょっと変わってきて。ほんと直球ですよね、目口って。この、もうめっちゃ好きだってなった時の。ね。そうじゃないとこの野良猫は捕まえらんないよな。野良猫とかじゃないと。試し合ってたら一生そうですね。試し合ってる感じだとダメですね。一生試し合っちゃって。どっちかが剛速球じゃないと。なんかこのなんか初対なさげな琴葉が子供みたいな、寂しい顔がすごい琴葉上手ですよね。なんか尾崎さんもすごいグラデーションですよね、顔が。なんか少年に見えたり、すごいこうかっこよく見えたり、色っぽく見えたり。ね。なんか急になんか濡れた子犬みたいになったり。本当に。やっぱりこの愛情を与えられることに慣れてない顔が。いいですよね。嬉しいって顔じゃなくてびっくりしちゃったり。そうですね。戸惑っちゃうね。でもすごい誠実ですよね、ある意味。その、好きに対して、なんか、適当に好きって言えばいいけど、やっぱそういうことじゃ絶対ないのが、確かに。素晴らしいなというか。確かに。不器用で、ある意味めちゃくちゃ誠実な人確かに。でもあるなんか、琴葉なりに自分の気持ちを最大限伝えようっていうのが、確かに。偽りはしないね。はあ、息が止まる。これ本当に緊張した。江田さん泣いてたそうじゃないですか。これね、泣いちゃったね。なんかマジで手震えてるし2人とも。セリフもやっぱり震えちゃってたりとかがもうそばで見てて伝わってきちゃって、なんかどっちも怖いって思いながらそうですよね。やってるから、もうなんかこれ撮るときやっぱりものすごい最小人数で撮ったんですけど、そうでしたね。撮らないように何度も段取りして動きも決めて、後で行くって決めてたから、なんか相当な緊張感が。このなんか江田さん、段取りも私はいましたけど、最初人数になった時は入れなくて、で、ちょっとそうどうしてもで、なんかすごい連絡が来て、なんかとんでもないシーンになっています。江田さんが泣いていますっていう連絡が来て、誰が言ったんだ。でなんか映像を見て私も別現場で泣いてしまって、で。なんかお二人に翌日言ったら江田さんが泣いてるのを見て2人も泣いたって言って、なんかすっごいこんなシーンが撮れこのためによかったな本当にってなんだまた泣けてくるっていう。いやなんかもう7、8年やってますけど、泣いたの7年ぶりとかで。
震えることはあるけど、まあ、でもカットかけるまでは泣く気もなかったんですけど、カットって言った瞬間、ボロボロボロって涙出てきた。2人も泣いて。ねえ、この2人ちょっとすごいですよね。なんかよかったです。ただの、なんかこう純粋な、とかじゃなくて、怖い中で、お互いが確かめ合ってるのが、やっぱりその生で見てる時の空気感も尋常じゃなかったんで。ちょっとね、段取りの時から工藤さんもボロボロ泣いてましたけど、結構特別な空気がありましたし、実際ほんと震えてるし、泣いてるし、ちょっとね、貴重な。そうなんですよ。でですね、もう多分あの時、あの瞬間にしか多分できなかったような。できなかった。多分2トライぐらいしかしてないから。そうですね。これ以上やったら絶対に取れないから、もう一発で決めるみたいな。うわ、息止まる。本当に息止めてみたい。なんかただのイチャイチャハッピーじゃない、こうなんか思いが募ったこういうシーンが素敵ですね。やっぱなんかこう震えるまつげとか、喉元がずっとゆらゆらしてる感じとか、もう全部に本当が映ってるから。いや、ここ泣いちゃう。これはな、すごいまっすぐ見てるのもいいですよね、琴葉がね。これあんま泣く想定じゃなかったんでしたっけ、琴葉って。そう、琴葉は泣かないで、江口が泣いちゃうの受ける予定だったけども、多分ガン受けしちゃって、すごい気にしてたけど。よかったですね。いや、よかった。涙が見えないように、そうなのよ。ね、最後抱き寄せるとこも。この抱き寄せるやつも、本当は普通に抱き寄せるとこが、泣いてる顔見せちゃいけないから、慌ててこう、ガシッてやったのも良かったし。あら。いやずっとまっすぐなんだよな。ねえ、この好きだよ、工藤さん、これ。めっちゃいいよな。でもさ、やっぱさ、この琴葉がさ、好きだよに対してさ、私もだよじゃなくて好きになってくれてありがとうなのがさ、またなんかこう、ってなって。ねえ。この笑顔もって。あってね。精一杯なんだよな。目口のことは好きだよも帰ってこないことが分かってて言ってる好きだよだし。そうなんだよ。なんかたまらないですよね。めちゃくちゃ楽しそう。ほっとしたのなんかいい夜だったんでしょうね。これはかわいい。ね、急に距離が縮まって。ちょっと家の話なんかしちゃって。あんまりね、今までしてこなかったのに。距離が縮まったのがわかるね。子供みたいになってるの可愛いですよね、可愛いじゃんね。やっぱちょっとずつ破ってはいるんだよな。こところ。だいぶ破ってますよね。破ってんだよな。私ここ好きなんですわ、このかわいいですよね。かわいいよね。はぶってして。そう。そりゃ落とす。そう、この後の方が好きなの。何やってんの
なんかオーバーしちゃってどこか切らなきゃみたいな時、でもこの初体験の感想だけは切らないででも全部じゃんみたいな話なんですけど、そうそうこれは皆さん、裸になっておりますということだけお伝えしておきます。バスローブを着ていたけれども裸に寝ていますということだけお伝えしておきます。このさ、俯瞰ショットのつくやつ、はい、これはこう機材を使ってやってるんですけど、難しかったから、これもなんかやるかやらないかって結果編集でズームしてもいいよみたいになってたけど、みんなが、いやちゃんとやろうって言ってすっごい時間かけてこれをいやでもすごくいい。50分かかった。いいですよね。これよかったね。ワンカットでいってよかった。これはでもこれ見て6話もちょっと見てほしいな。このね、うまくいないんです6話も、はい。急にどうもすいません。なんかこんなすごく幸せなシーンなのになんかちょっと不安を拭えないみたいな、なんか幸せだけじゃないから、もうずっとどんな感情になればいいか分かんなくてそうなんですよね。予感だけずっとしてるの。胸騒ぎがずっとする。そうですね。琴葉がね、誠実な分やっぱり私も好きってなってくれれば別にそれで結ばれた話なのに、まあやっぱり当然そうはいかないから予感がね、その2人のそうなのよね。確実に思い合ってるだろうになというようなね。そうなんですよね。なんかこの最後そのカメラがダウンしてって綺麗なツーショットにならないっていうのが、あ、これそれはなんか機材の事情であんまなんなかったんですよ最初。なんないや。確か初見の時に、しっかりセンターに行かないんだと思いましたけど、それが良かったですよね最後。やっぱり雨の時の頭おかしくなっちゃうよもだし、なんか結構2が真ん中に来ないっていうか、それがやっぱりなんていうか2人があんま通じ合えてない感じっていうか結局、なんか幸せなはずなのに2人で抱き合って寝てて、なんかやっぱりちょっとずれてる感じがいいなと個人的に思いました。今食堂にいますけど皆さんもいます？もう食堂終わり。食堂？嘘？カフェまだ今梅酒の CM が。危ない。ちょっとよかった。今ほぼ紹介しかけてました。やべ。入口が。ちょっと待ちます。すいませんね。全然 CM 入んないな。テレビの巻き戻そう。失礼。このめっちゃ幸せそうなの可愛いよな。開けました。じゃあ目口ハートみたいな呼び。そう。琴葉目口ね、バカップルじゃんっていう。もうそっからの早苗の顔よ。ね。心配で仕方ないもん。いやもうでも早苗と束ねの顔の違いが面白すぎて。そうですね。束ねはね、なんか微笑ましく見守ってるよっていう。早苗も許せないからもう。いや、目口が万が一大変なことになったら嫌だからもう。遠でくんで。この束ねっていう人物は本当面白いですよね。この上手なんだよな。この平和をもたらす女神みたいな。そう。もうなんか全部展開知ってんじゃねえのかっていう。確かに。このね、早苗がずっと腕組んでるのも、この早苗の役やったういちゃんといろいろ話して、やっぱり腕を組むって怒ってるんじゃなくて防御で自信がないってことだって話して、だからこそこうやって強く出てるけどやっぱり自信がない琴葉の前とかめぐみの前、だからこれはやっぱり外せないよねっていうのは話しましたね。まさにそうだと思いますね。
そういう印象を強くしてるなってそう思います。うん。なんか早苗が隣に来た時に琴葉一瞬ちょっと視線多分認識した後にそうなんだよ早ね。苗が話し出してて、なんかお互い警戒バリバリしてるのがバリバリなんだよね。この何見てんのっていうね、その絶対多分パン見てない。もう考えパンじゃなくて向き合いたくない向き合いたくない形式上のパン選びっていう形式のパン選びやばい。これいいですよね、バッチバチで。早苗もこう向かないんだよね、琴葉の方。向かないですよね。そうなんだよ。あ、夜のダイヤの夜に。あ、待って。はい。私今ゲームって来た出たこれ好きなんだよな。私今 CM 入りましたけど、じゃあ待ちましょう。待ちましょう。はい。このシーンも可愛いですよね、なんか。これね、可愛い。夜ですか？そう。枝さんが怒られる。枝さんが好きな。そう。このプリプリが好きなんですよね。すっごい昔にやったドラマでも同じことをやりましてこれでもめっちゃ可愛いっすよね。可愛いっすよね。なんか意外とそういうの起こるんだみたいな。うん。これダイヤ、これ何でしたっけ、このダイヤの夜？ダイヤの夜だ。これはCM 開けました。はい。ダイヤの夜から顔出てます。ダイヤの夜知らない漫画です。うん。これ一緒に寝たかったんだろうな、早く。そう。ラブラブなのにせっかく。この人がやらないからレポート。浮かれてるから。琴葉がなんか単位危ないとかいうなんかところってあんま出てこないじゃないですか。うん。要領よくやってるタイプなんですかね。なんかやってそうだよね。そういうとこそつなく。この和音の犬の遠吠えをおっしゃってくださってる方がいましたけど私もなんか懐かしいなこれ。一応コメディラブコメディそうですよね。急になんかそうだこれコメディもあるんだあるのよ意外と。かわいい。シェヘラザードの話ね。思い返したようにそうでしたといったようなね。ミステリーでした。ミステリーがというようなところが出て、名前のお話でしたというような。そう我々もそうやってなる。ここからあれですよね。服を買ったのか。そうなんですよ。プラスとしては片早の服を買ってるんです。はい。で家に置いてあるという設定に。今までは根口の借りてましたが。急に色も琴葉色になってちょっとその自分の服みたいになってるって感じ。そうなんです。置いてるんですお家に。お家に置く関係になってるっていうのまたいいですね。いいよね。マグカップもちゃっかりペアだしな。ね、思いました。可愛い。結構距離が詰まってきてますよね。なんか当然家に一緒に帰るみたいなね、なんか空気感になったりしてるし。そうなんですよね。お嫁さん。これね、この出口の顔。マジでさ、ごくりつってんだよ。凄みがある顔でめっちゃ。どうしてって。このなんか漠然としたお嫁さんなんですよね。このお嫁さんもね、なんかそれがまたなんとも言い難い。この先ちょっとねそうでございます。はい。ジャムの話ってもともと書いてましたっけ？違うの。切ってしまったシーンでジャムのトースト。なるほど。だからこれジャムの話してる。朝のシーンありましたもんね、多分。朝のシーンね、ちょっと画面写真ちょっと出ちゃいましたけど、そう。これね、朝もいつかどこかで出したいですよね。ここから息止めるんで、私ちょっと。息止めるんで。息止める。息止める。宣言ある。宣言。そうだ。佐藤珠緒さんが。これ一瞬ですからね、皆さんちょっと。目を凝らしてみてください。目を凝らしてみてください。これがやりたかったんだ。ね。これいいですよね。バカッといく。こっち見た。
綺麗だな、佐藤さん。本当に。うわ、ね、ずっとするほど綺麗だったね。何かが見え見えた。ました。あ、いっちゃう。こと入っちゃう。この、あら佐藤さん。いや、もうここだけ何回見たかっていうぐらいめっちゃ見ちゃった。あ、マジですか。ここだったんですね。そうなの。そうなんですよ。なんか結構5話、そのラブホテルのシーンとかもすごい好きなんですけど、なんかこのラストのこの、ここね。もうなんか、うわ、ラスボスやんみたいな。そうですね。だって脚本にさ、なんかゾッとするそれほどほど、そうですね。すごいとがきがあったから。はい。ゾッとするエミュー、なんだっけ、ゾッとするほど美しい。まあ、原作にもその喪服のような黒いワンピースを着た、ゾッとするほど美しい女みたいなニュアンスでしたよね。そうです。なんかめぐみが、その、立っている女性を見て、ゾッとするような美しさに見惚れてしまいそうになるって。あ、そうだ、それだ。なのよ。今すぐ出てこなくてますね。はい。その一行に死ぬほど悩んで。そうですね。だってこれ5話の引きになるっていうか、ラストで、ゾッととはとなり、なんか、風ね、吹かせましたよね。風吹かせましたね。風吹かせて、光をフレアを入れさせて。でも実際、佐藤さん、やっぱちょっと、こう、なんか異次元の雰囲気というか、そうなんですよ。お持ちの方で、ね、お母さん役、もうでもバレてるそうですね。どの方にしようかみたいな時に、佐藤さんだってお名前出てから、あ、佐藤さんだ絶対みたいな。なるほどってなりましたね。そうで、実際、まあ、トリプルピンクになるなんか良さは、まあ、それある種副産物的なというか、ちょっと面白いなとはキャスティングの時から思ってたんですけど、ちょっと工房に立たれた時にちょっとね、この世ならざる、なんかこう、不思議な空気感がやっぱお持ちで、本当美しくて素敵でしたね。素敵でしたね。なんかやっぱり、でもこれは6、7で話した方がいいな。このね、でもパッとカットインする青い部分は、6話の予告でね、出てくると思うので、きっとつながりを感じてくださる方もいっぱいいらっしゃるんだろうなと思うんですけども。そうなんです。はい。あれを私は X でちらりと言いましたけど、セブンって映画、そうです。ラストシーンで、シャッて入った時に、ちっちゃい頃見てトラウマになったんですけど、なんか今一瞬なんか映ったけど、やっぱ人間の脳って見えてないのに見えてて、キャッチしてて、めちゃくちゃ嫌なものを見てしまった感じがありまして、まあ、よかったらセブンって映画見ていただきたいんですけど、あれをここでやれば、そのゾッとに拍車を得られるはずやと。多分なんか反対だけだと、なかなかこう綺麗っていうのの嫌な予感がもうちょっと欲しくて。ね。あれ、めっちゃ鳥肌立ちましたもん。うわっと。よかった。一番食らってます、私が多分。うわすごいと思ってました。6話、どうしよう、6話。はい。ちょっと来週は6話なのですが、6話ちょっとね、一応ここでもお伝えをさせていただきたいんですけれども、公式ホームページの方にも、ちょっと書かせていただいたんですが、6話に関しては、ちょっと、まあ、ある種、身構えていただいた方がいい方は身構えていただいた方がいいシーンがあります。で、なので、ちょっとご自身の心と相談しながら見ていただけるといいなと思ってるんですけども、個人的には非常に好きな
回なので、ただ、それを巡ることは絶対にしたくなかった原作でも、やっぱとても大事な場面なので、ちょっと慎重に一応そちらのお伝えだけさせていただきますという感じでございます。はい。とはいえ、私めっちゃ好きな回です。大好きです。はい。好き。そうですね。で、ちょっとね、ここまで甘々だったのに、5話決でね、この佐藤さんとの謎のサブリミナルからちょっと様子がおかしいわけですね、琴葉は。そうですね。大事なとこで眠れないからこその、でも文章で見せるものと映像で見せるものってちょっと語弊生まれそうだけど、映像で起こすことで暴力性は高まっちゃう可能性が、そこやっぱりみんなでこれをねぐらずに原作の良さというかの鮮度を保ちながらどういう風に伝えていけばいいんだろうみたいな話は結構したじゃないですか。はい。なんかそれが結果的にああやって何回も話し合ってできたものを見た時に、こりゃ映像にしたからこそのできたことになったかなとは最初までって思いましたね。そうですね。もうなかなかやらない表現で逆に工夫が生まれたというところもあるなって思っていて、なんか映像の起こす際の話し合いの中で、だからそうですね、はい、見ていただきたいなという気持ちありつつ、インテマシーコーディネーターの方も含めて現場にもちろんいていただいた中で最大限リスペクトした形でやってはおりますというような状況です。なんかもうでも予告でちらりと出てるからね、どうしようって思ったシーンっていうかあれですけど、なんかある種その佐藤さんのサブリミナルでちらって映ったのも、私が出したトラウマってワードっていうか、なんかトラウマってトラウマなんだけど、なんか最近トラウマについて考えていてって言ってたんですけどなんかトラウマについて考えて私何考えてんだろう、考えてるんですけどなんか難しいなと思ったのが、ただのめちゃくちゃ嫌な記憶だったら、そうやって嫌だったって悪にできるんだけど、トラウマになっちゃうってどっかそこになんか愛情って信じたいものがあったりとか、なんか執着じゃないですか、トラウマってある意味、体から引き剥がせない、なんかその両方が相まってるからこそ、なんか美しい側面も多分どっかであったり、それが時間が経って美化してるのか分かんないけど、なんかその塩梅を見せたかったから、なんかそれが今回コルミノでちゃんと映像になってるような気はします。トラウマってものがただの痛々しい何かっていうことではなく、ギリギリだ。ほいギリギリだ。でもそうですね。確かにそれちょっと6話に関しては特に見ていただきたいところかもしれません。でちょっとその甘さが減っていくわけではないかもしれない。確かに。ある意味。なんかもう感情がずっと忙しいと思います、多分。はい。そこだけは。本当に消化しきれないけど、なんか信じて最後まで、そうなの。脱ぐことをね。信じて見てほしいの。はい。そうですね。ちょっとやっぱり何より最終話まで見ていただくともう丸まま多分違う作品だと思うので。本当に最終話。そう多分全部ひっくり返る作品だと思うんですよ。だから本当に見てほしいなっていう気持ちなんですけど、ちょっとはい、それまで5話を繰り返し見ていただきまして、5話いっぱいでちょっと TVer 大事だぞっていうこともあってTVer FOD も大事だけど TVer も大事だ。いろんな人にちょっと見てほしいですね。はい、見てほしい。ちょっと回していただけると嬉しいなと思いますということと、あとあれですね。4話が消えてしまいました。TVer からで
前話今だけとこうちょっとめちゃくちゃ言い続けちゃったんですけど、4話を見たい方は FOD に、ありますので、FOD だと1から5話まで、一気見できます。CM も多分ないと思うので、スルスルと見れると思うんですけど、ちょっとそうですね、それ以降の話に関しても1週間で消えてしまうので、5話も逆にこの1週間だけなので、たくさん見てくださいという思いです。はい。はい。そして来週は6話ということで。早いね。早いですね。678ですもんね。もう早いね。うわー早い。早い。松田聖子さんも78いや、まだなんです。6話までしか見てなくて。6話見終わった私の感想は、あと2話じゃ終われないなって思いました。書いてるのよ、あなたが。あれおかしくないみたいな。あと2話で終わるわけなくないってめっちゃ思いました。あなたが書いてるよ。脚本書いてくださってるの誰ですか？結末知ってるでしょ。あと4話くらい必要だけどって思いながら。そうですよね。あとは思い出した。原作の帯巻きのやつが結構いろんな書店に今やっと、あってですね、私もゲットしたんですけど、ただなんか書店さんによってあるらしもあるみたいで、探してくださってる方もたくさんいるんですけど、写仙道先生のサインがあるやつもあるみたいで、はい、実はちょっとサイン入りのやつをですね、ちょっと、はい、大泉の近辺でした、私は。なんかでもちょっとわかんないですね。みんななんかそう枝さんゲットされてましたっけ？ゲットされてないんですよね。帯付きもですか？帯付きもまだ見つけてないです。まだ見つけてないです。ちなみに。ありますね。ちょっとAmazon さんもなんか帯付きだったりするという噂を聞いたんですけど、無責任に言って帯付きがないやつが来たらちょっと涙が。そうだよね。ちょっとね。はい。TVer と FOD ってどっちで見た方がいいとかありますか？これはもうどっちもとしかちょっと言いようがないかもしれないですけど無料で見るときは TVer かもしれないですね。で一気見に見るときは FOD なので用途によってあるかななんて思ったりですけどそうですね。でも多分8話を見たらもう一回最初から見たいってなると思うんで。まあそれはね、そうだと思いますね。FOD 入ろうって入ってるんですけど。はい、ありがとうございます。本当に。Amazon さんで購入されました。ヨドバシ帯付きでした。ヨドバシという方がいらっしゃいます。たくさんいろんなとこであると思うんで。で、個人的に原作を読む読まないは本当に皆さんお任せだなと思ってたんですけど、なんか最近の感想を見てて思ったのは、読むの怖いパターンもあると思いつつですよ。なんか案外読んでる方も楽しんなんていうんですかね、むしろ分かっていた上でなお逆に気持ちが乗るみたいな方もいらっしゃるのかなと思ったんで。そうですね。別にミステリーってだけじゃないですからね。他の要素があるから。なんでもしかしたらそういう意味で言うと読んでみてもいいのかもしれません。原作また保管するようなすごく素敵な富樫もたくさん溢れてるので。ですね。で大阪弁に関してはね、ちょっと今回いろいろだいぶ熟考を重ねた上でそうですね。なんですけど、なんかあれ関西弁でもないんですよね。そうなんですよね。琴葉が関西にいた時に関西っぽい方言、琴葉独自の方言を使っていたっていう設定なので、なんでそれが分かるのが水族館の3話とかだったんで、ちょっとそこまで実在しないかもしれない方言で喋るのはもしかしたらやっぱりドラマの特性を考えると難しいよねっていう話で標準語で一人称にその琴葉の複雑な過去をちょっと絡めたみたいな改編をさせていただいてます。なんでちょっと違った琴葉が見れるかもですね、原作だと。そうですね。そうですね。うち
だけなんかそう所在のない方言みたいなのは、なんとなくドラマ化でも残そうかなと思いつつ、でうちになったりしてますよね。そうでした。確かにネタバレがないのがすごい本当に民度高いなと、原作を読んだ人たちが。確かに本当ですね。ありがたい。誰も琴葉の本名は琴葉の本名〇〇ですみたいなとこ一発でしてすごいですね、皆さん本当に。ありがとうございます。本当に。素晴らしい。ありがとうございます。本当に。はい。きっとこの先もなんかだんだん皆さんこういろんなお声を聞かせていただけるようになってですね、ちょっと私たちもとても楽しく拝読してますので、この先もたくさんご投稿いただけると嬉しいなっていう思いです。で、あとティバもよろしくお願いしますということで、はい。ちょっといつかなんかやれたらいいな。なんか先生だったり。先生。そうね。聞きたい。そうなんですよね。緊張するな。がね、言ってくださってはいたみたいなので、はい。と思いつつ。はい。じゃあ、ちょっとまた、次回、6話どう思いますどうなんだろうか、これは。そうだね。5話のその反応を見て、こう嬉しい気持ちと、またここからの6どっちにどういう反応になるのかが、私あんまり想像がそうですね。そうですよね。そうですよね。いやなんか1から積み重ねてっての5話のこの反応ってすごく嬉しいし、だよねって同じ気持ちになる。ここからまたねギアがそうですよね。でも6は本当になんか琴葉が炸裂というか、なんか尾崎さんの美しさがなんかもう、いやそうだ。びっくりしました。なんか映像撮り方もそうなんですけど、いやなんかもう、早く見たいな。見てほしい。そうだ、なんかこの5話のラブホのシーンもみんな手が震えるほど緊張したけど、6話のシーンもまた違うめちゃくちゃ緊張感があったから、なんかそう結構そうなんだよな、全然違う緊張感では、どっちも手が震えるほど緊張して、私は何度も休憩室で目つむってないかなと思った絶対終わらないやつ。終わらないよなっていうぐらい。それ何なんですか、そんな定期的におっしゃるの。絶対終わらないんですよ。終わそうだよね。終わらないんだけど。でも気持ちはわかりますね。まあ予告で出てる、何を知ってるのみたいなやつもそうですけど、まあちょっとそのね、ちょっと見ていただきたいので、ちょっと一回6話に関してどうでしたやるかとかを含めては、ちょっと考えます。そうだね。キャーキャー言う回ではないでしょうね。予告見る限り。なんか本当にはぁみたいなそんなスペースになっちゃいますもんね。みたいな。確かにね、なんか黙ってしまうかも。そうですね。そんなネタバレをするほど無粋な人はいない。デリカシーなさすぎる。それはそうですね。すいません。ありがとうございます。本当に。でもなんかとはいえその名前以外のことも皆さんあんまおっしゃらないので、なんかありがとうございますという気持ちで逆にでも今まで放送されたものについてはたくさん投稿いただけると嬉しいなと思っております。泣く泣くカットされたシーンもそうですね。本当にすみません。朝宮島さんが聞いていらっしゃる。宮島さんだ編集の宮島さん。編集の宮島さんが聞いてらっしゃる。すごく素敵な。いやもう宮島さん様々なんだよ。ここからラブコール送っとこちょっとカットされたシーンも本当に
ょっとやっていただきたいという。そういうこと。とんでもないこと言うね。とんでもないですよね。あ、これでも先生もまたいろいろつぶやいてくださって、本当に気持ちでいっぱいで本当にしたいな。やっぱりこの原作があってのドラマ化ですし、やっぱり本当ですね。原作ってか自分の作った作品って子供のようなものだと思うから、お子さんをお預かりしてるみたいな。そうですね。本当にその先生がこういろいろおっしゃってくださるのとか本当に、はあよかったという。本当に涙が出ます。はあって感じです。ねえ、写生の先生の原作も素敵ですし、その関連の作品も、いいほどね、ちょっと恋の小便も素敵ですし、書いてくださってる作品も、素敵なので、皆さんぜひ見てください。はい。恋に至る病ももちろんめちゃくちゃ素敵でしたけど、それ以外にもたくさんあるので、先生の作品って。はい、全部素敵です。本当に読んでいただけると嬉しいなと思っております。ということで、見事に早い1時間。早いですね。早い。皆さん、また来週の録画お願いしますと言いつつ、5話も見てください。何度でも。はい。ちょっと、先々よろしくお願いいたします。といったような気持ちでございます。はい。松ヶ坂さん言い残したことないですか？急に。雑なんだよな。私は毎週リアタイ、TVer の方で2時からリアタイをしているので、TVer 組はぜひ一緒に見ましょう。はい。TVer 組も。皆さんね、いろんな組に分かれて、先生はあれですよね、大阪に合わせて見てくださっててですね。確かに1時半からそうなんですよ。本当にありがたい。で、私はTVK で拝見してます。地域的に。はい。で、TVK 実はですね、東京にいらっしゃる方、3ちゃんで見れたりするんですよ。で、今一度番組表を押してみてもらったら案外見れるって人もいらっしゃるので、見てください。でも TVer でももちろん一番見れるので、はい。その直後に TVer で見てもらえたら、松ヶ咲子さんとリアタイ一緒に。はい。そのこともよろしくお願いします。お願いします。はい。では、また来週といったようなことで、はい。ちょっと同時視聴やるかどうかに関してはちょっと要検討だなと思ってるんですけども、いずれにせよ必ず見ていただきたいなと思っています。はい。では、よろしくお願いします。ありがとうございます。リクエストいろいろありましたら、コルミノでつぶやいてください。皆さん、おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。